皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから947日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1370名、戦車21両、装甲戦闘車48両、砲58門、防空システム2機、ドローン85機、その他車両60両となっています。戦線全体では、1日で189回の地上戦の報告がありました。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ドイツ、フランス、イギリス、アメリカは、ウクライナに支援パッケージを発表し、まず、ドイツは、弾薬、スペアパーツの購入を可能にするため、4億ユーロ、650億円の資金支援を増額し、フランスはゼレンスキー大統領との会談で、兵士の訓練と完全な装備の提供を行うと発表しました。イギリスは AS90 自走砲を16両供与し、10両はすでにウクライナに送られたとのことです。また、アメリカは3億7500万ドル、560億円相当の弾薬などの軍事支援パッケージを発表し、バイデン大統領は来年1月の任期終了時までに大統領権限で使える80億ドル、1兆2000億円の枠をすべて割り当てるように指示しました。また、その中には、以前お伝えした JSOW 統合スタンドオフ兵器、パトリオットミサイルシステムに加え、ウクライナ人パイロット18人を F16 で訓練できるようにするとしています。一方、プーチン大統領は核ドクトリンを変更し、核保有国がウクライナを支援すれば、ロシアは核使用を検討すると脅していますが、あまり効果はなかったようです。2番目。フィナンシャルタイムズが伝えるところによると、サウジアラビアは12月から原油を増産し、1バレル100ドルの価格目標を放棄する可能性があると伝えました。9月のブレント石油の平均価格は1バレル73ドルで、記事では、サウジアラビアは市場支配力を維持するため、OPEC プラスの協定に関わらず増産するとしています。専門家は、原油価格が長期にわたり下落し、ロシア経済に打撃を与える可能性が高いと指摘しました。3番目。トランプ元大統領は、ウクライナを支援しないと表明し、これまでで最も強い言葉でゼレンスキー大統領を批判しました。ポリティコによると、トランプ候補は、侵略してきたロシアと譲歩すべきだったと述べ、アメリカは、合意を拒否するゼレンスキーに何十億ドルも与え続けていると批判し、ウクライナは消滅した。都市や町は絶対に再建できないし、悪い話でも諦めて取引した方が良かったとも述べました。ポリティコでは、この背景として、今週、ゼレンスキー大統領が、激戦州のペンシルバニアで軍事工場を訪問し、ハリス陣営に勢いを与えたことに激怒したことを挙げ、同じ共和党のジョンソン議長は、ゼレンスキー大統領に駐米大使を直ちに解任するよう要求したとも伝えられています。一方、ハリス候補はゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナの勝利に必要な安全保障支援を提供し続けると約束しました。会談では、ハリス候補がゼレンスキー大統領と向かい合って対談する様子が写真で公開され、まるで大統領になったかのような雰囲気が感じられる演出がなされています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。
説明にあたり、海外での出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現でお送りしますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから51日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温14度、最高気温23度。今日の天気予報も曇りとなっています。この方面でルシアン軍は10月中旬までにウクライナ軍を追い出す命令を受けていますが、今日は局所的な反撃を行いました。コレネボ方面。オブホフカではルシアン軍が町の南北で攻勢を仕掛け、地上戦となっています。1番目。オブホフカの南では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍の空挺部隊が攻撃を行いましたが、この攻撃はウクライナ軍により撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第1戦車旅団のもので、2両の BMD-4 歩兵戦闘車を観察している様子となっていて、歩兵が展開した様子が収められています。戦況図では、この手前までをルシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。2番目。また、ルシアン軍は、オブホフカの北でも、リュービモフカの方向に、小規模な歩兵部隊で突撃を行い、ウクライナ軍が砲撃で吹き飛ばしました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所で、3両程度の4輪バギーが走行し、兵士を展開させているところの一部となっています。戦況図では、この場所までを、係争地からルシアン軍が占領したとして更新しました。それ以外については、双方の攻撃は前進につながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ハルキウ方面。この方面で、ルシアン軍は3回攻撃を行い、わずかに前進しました。ボフチャンスク方面。ボフチャンスクの東にあるティケでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが突入し、集落の北を占領しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、戦車2両、BMT 歩兵戦闘車2両の車列で突破を図り、地図で示した建物を占領した様子の一部となっています。この場所までルジアンが占領したとして、戦況図を更新しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で10回、スバトベクレミンナ戦で21回、シベルスク周辺では攻撃の報告はなく、チャシフヤール周辺で5回、トレツクの方向に10回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。この方面で、ルシアン軍は、ピシチャネ、マキーウカ、ネフスケをはじめ、7つの集落で攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、ルシアン軍の前進はありませんでした。反対に、ノボボディアネの北西では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃し、ルシアン軍に損害を与えました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3突撃旅団のもので、2週間ほど前にルシアン軍が前進した陣地の様子を観察しているところとなっています。とはいえ、その後陣地を奪還するわけでもなく、ルシアン軍の戦力を削ることに注力している模様です。戦況図に変更はありません。チャシフヤール方面。この方面で、ルシアン軍は、もう、かれこれ、3ヶ月ほど運河を越えることができずに撃退され続けています。しかし、ここ1、2日ほど、ルシアン軍が正面突撃を繰り返して突破を図っています。そのうち、カリニフカの西では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが運河を突破して、西の集落に取り付き、ウクライナ軍がドローンで撃退しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のクリアアイズドローン部隊のもので、
地図で示した場所でルジアンの立てこもっているところを観察している様子となっています。戦況図では、この場所まで係争地の拡大として戦況図を更新しました。ドレツク方面。この方面でも、ロシア軍の攻撃は続いていますが、ウクライナ軍が撃退しています。1番目。ドルージバでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のドローン攻撃により、ルジアンが拠点を放棄し後退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第28機械化旅団のもので、地図で示した場所のルジアンの様子となっています。ロシア軍で部隊が後退するのは珍しい出来事ではないでしょうか？こちらは係争地内の出来事ですので、戦況図には変更はありません。2番目。ニューヨークの北西では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が車両を使って攻撃を行いましたが、この攻撃はウクライナ軍が応戦し、ロシア軍は BMP 歩兵戦闘車2両、不明な車両1両の損害を出して撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所付近の様子となっています。ロシア軍が車両を使って攻撃を行い、ウクライナ軍により撃退され、生き残ったルジアンは投降しました。この場所は9月21日にロシア軍が大きく突破して占領を拡大させたところでしたが、再び係争地に戦況図を更新しました。南東部ドネツク州ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で54回、クラホフ方面では25回、ブレミフカ方面で8回攻撃を行い、再び積極的な攻撃を仕掛けました。ポクロフスク方面。1番目。北側正面のノボトレツクでは、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍がこの付近の陣地から後退し、ロシア軍が入って占領しました。その範囲を、係争地からロシア軍が占領したとして戦況図を更新しました。2番目。これも北側正面のクラスニヤールからミコライフカにかけては位置情報付きの映像によるとルジアンが前進しミコライフカの一部を占領しウクライナ軍の陣地にたどり着きました。ご覧いただいているのはウクライナ軍のスカラ大隊のもので地図で示したため池のほとりで活動するルジアンの様子を上空から観察しているところとなっています。この付近のウクライナ軍の陣地までルジアンが前進したとして戦況図を更新しました。面積は7平方キロほどになります。3番目。西側正面のセリドベでは、ロシア軍は南から回り込んで攻撃を行おうとしていて、ウクラインスクの西側に車両を回していますが、ウクライナ軍に発見されました。ウクライナ軍はドローンにより攻撃し、ロシア軍が前線に出る前に確認できるだけで、5両の戦車、装甲戦闘車、歩兵戦闘車が撃退されました。この場所では、24日に先遣隊が前進して撃退されず帰還できたことから、ロシア軍は車列を移動させて攻撃の準備を行おうとしましたが、今回はウクライナ軍のドローンにより大きな損害となりました。ご覧いただいているのは地図で示した場所の様子となっています。車列は撃退されましたが、ロシア軍はこの付近で間合いを詰めていて、セリドベ南東の郊外の一部を係争地からロシア軍が占領したとして戦況図を更新しました。4番目。南側正面のヒルニクでは、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が旗を立てて占領を主張しました。ご覧いただいているのはルジアンのもので、地図の建物の様子ですが、周囲をかなり警戒している様子も確認でき、今のところは戦況図に変更はありません。ブレミフカ方面。この方面で、ロシア軍はブフレダールの占領に向けて激しく攻撃を行っています。この方面のウクライナ軍のフィラシュキン報道官は記者会見を行い、ロシア軍はブフレダールを包囲しようとしている。ここでは大規模な戦車戦が行われていると説明し、
現在約100人の民間人が避難を拒否してブフレダールに残っていると述べました。また、昨日の動画で紹介したフォーブスの報道について、ウクライナ軍の兵士は動画を投稿し、ブフレダールからの撤退を否定しました。また、ロシア軍は、ブフレダールの補給路となる地図の場所で多連装ロケットを撃ち込み、ブフレダールの北東の角では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍の森の妖精が初登場し、森林境界を焼いてその場で消えました。ご覧いただいているのは、ロシア軍のスペツナズ特殊部隊の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。戦況図に変更はありません。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で5回、ドニプロ川の三角地帯では2回攻撃を行いましたが、これらの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、YouTube から削除した過去の動画を順次掲載しています。普段は、このチャンネルで発信していますが、他の例を見ますと、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。